to my channel。 皆さんこんにちは、あきえです。今回は私がここノルウェーで経験した出産のお話をしようと思います。ずっとこのビデオを撮りたかったんですけど、やっと今落ち着いてきて、娘が実は今日で100日を迎えたので、その記念も兼ねて出産の時のお話をここでしようと思います。実際にこの母子手帳ケースの中に約3ヶ月前の記録が残っているので、それを見ながら実際に振り返っていきたいと思います。本当今年が終わる前にこれ出産レポートのお話をしたかったのでできてよかったです。実際に私が感じたことだったり経験したことをそのままお話ししていこうと思うので、それが大丈夫な方だけぜひ見ていただきたいなと思います。私も実際に妊娠時代にいろんな方々の出産の経験のお話をインスタグラムだったり YouTube で見てきて参考にさせてもらっていたので、私のお話がこれから出産を控えてる方だったり、私自身もまた将来これを見返して思い出せたらいいなと思うので、引き続き見ていただきたいと思います。どうぞ。娘は2020年今年の9月生まれなんですけれども、もともとの予定日は8月の後半で、私が実際に出産した日にちは予定日よりも6日過ぎていました。初めての出産は結構遅れるって聞くんですけど、でもそれでもなんか当日まですごく緊張してまだかなって楽しみに待っていた記憶が今でもあります。私が住んでいるノルウェーでは大きな総合病院は1カ所しかここの地域にはないので、そこで出産をすることになるんですけど、それまでに妊娠12週目ぐらいの時に1回エコー写真を撮りにその総合病院の方に行って、そこで初めて赤ちゃんの姿を確認するっていう形なんですけど、ノルウェーには一人一人決まったかかりつけ医の方がいて、普段は風邪だったりちょっとした病気であればそのかかりつけ医のところに行くので、私はその出産まではそのかかりつけ医の方と、あとは助産師さんに、2週間おきに交互に後半の方は赤ちゃんのチェックをしていた記憶があります。当日までの話なんですけど、私の場合は、前駆陣痛が結構もう長いこと1、2週間ぐらい出産まではあって、で日に日にちょっとずつ強くはなってるんですけど、でもこれは陣痛じゃないのかなって一人で考えながら、実際にまだ出産経験したことなかったので陣痛ってどんなものかもわからなかったですし、なのでギリギリまですごく旦那さんとも一緒にこれかなみたいな感じで話してたんですけど、娘が生まれたのが9月の4日で、9月の3日の夜から実際には陣痛が少しずつやんわりと始まっていたのかなって思います。予定日を過ぎてからはもう毎日のように前駆陣痛を感じていて、なのでその生まれる前日の日も陣痛自体はまだ始まってないのかなって思っていたんですけれども、生まれる前日の日にシャワーを夜浴びていたら、今日は結構赤ちゃんキック強いなだったり、ちょっとお腹が痛いなって思い始めていて、予定日も結構過ぎていたので、いつ始まってもおかしくないからしっかり夜は寝ておこうと思って、そのままベッドについて、で大体それが10時11時ぐらいで眠りについてたんですけど、朝方の1時ぐらいにもう痛みで目が覚めて、お腹の痛みが強いなって思い始めてきて、でも本当にこれかなってまだ疑ってたので、ちょっとずつ間隔を測りながら痛みに耐えていたんですけれども、ちょっと10分15分もしないうちに結構痛みが強くて、もうこれだなって思って旦那さんに病院に電話してもらったんですけど、病院の方では破水だったりお印っていうのもまだ来てなかったので、もうちょっと待ってみてって言われて、よく聞いてたのが、病院に行ってもあんまり子宮口も開いてなかったらお家に帰されるって聞いていたので、それはちょっと嫌だなと思って、ギリギリまで耐えれるまで耐えようと思って耐えていたんですけれども、でもこれはもう本当に痛いと思って病院に行った方がいいなと思って、もう一回電話を旦那さんにしてもらったんですけど、その時はもうちょっと待ってって言われていたその時にちょうどもうお印が貼ってて、もうこれは病院に行かなきゃと思って、もう旦那さんも病院の方にもう行きますってはっきり言ってもらって、そこからもう急いで病院に向かって、で病院に着いたのがだいたい朝方の2時45分ぐらいで、着いた時にチェックしてもらったら子宮口はもうすでに6センチを開いていて、私はもともと無痛分娩を希望していたんですけれども、痛いっても
みんな言ってたので、もうそれが怖くて無痛でってお願いしてたんですけど、結構私の出産の場合は進行が早いって言われて、麻酔を打ってしまったら逆に進行が遅くなっちゃうよって言われてしまったので、ちょっとそれも嫌だなと思って、じゃあちょっと耐えれるところまで耐えますっていうことで、初めはなんか背中の方に振動が来るシールのようなものを貼ってもらって、それで背中の痛みを和らげるっていう風にしてたんですけど、でもそれをしていてもあんまりなんか痛みが和らいでこなかったので、それをやめて、でおすすめされたのがお風呂に入ってみないって言われて、湯船に浸かったら結構痛みも少しだけど和らぐよっていう風に言われたので、じゃあやってみますっていう風にお伝えをして、で一緒にマスクして、でお風呂に浸かったんですけど、それをするとだいぶ痛みが、と言っても痛いんですけど、お風呂に入る前と比べると痛みは引いたので、そこに使って陣痛に耐えていたんですけれども、終盤に入ってくると湯船に浸かった状態の時に助産師さんが子宮口を確認してくれて、でその時はもうすでに8センチ開いていたので、私は普通に湯船にこの状態で両側に手を置いて捕まっていたんですけども、正座の状態にポジションを変えてくれという風に言われて、で変えた瞬間にもう赤ちゃんが出てくるって思って、赤ちゃんがもう本当に下の方に降りてきてるなって自分でも分かる状態で、正座のポジションに変えた途端に破水を浴槽の中でしたのが自分でも感じて、でそれを、助産師さんの方に破水しましたってお伝えして、また確認してもらったらもう子宮口10センチだったので、私たちが通されたお部屋の中にはお風呂の浴槽とベッドがあったので、ベッドに横になって、でそのまま息んで、大体息んで12分ぐらいで、生まれたっていう風に私は聞いているんですけれども、私の場合は病院に着いてからだいたい2時間ちょっとで娘を産むことができました。なんかこうやって考えると本当にあの時はその陣痛がもう痛かったなってやっぱり思うんですけど、今日はこうして娘が100日を迎えることができて、たくさんの周りの家族だったり友人にも助けられて、やっと今日を迎えられたので、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この経験の話が何かの役に立てば嬉しいなと思います。痛かったんですけど、自然分娩でちゃんと娘を元気よく産むことができて、本当に娘も頑張ってくれたなって思いますし、今思えば貴重な体験ができてよかったなっていうふうに思います。最後に今日はせっかく100日なので娘に登場してもらいたいと思います。はいおいで、はいおいで、およいしょ。娘もだいぶ大きくなりました。首ももうほとんど座ってきてね最近は寝返りの練習だったりとかを毎日一緒に頑張ってます。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次の動画も楽しみにしていてください。またね。さくら、バイバイ。